僕は今台湾中部に来ています。今回の動画は台湾にある大自然の猛威と神様の奇跡が共存する場所へ行く旅です。僕が今から行くジージーという場所はかつてマグニチュード 7.3 の大地震が起きたその爆心地なんですけど、そこには今新しい神殿が再建されていて、それはそれで素晴らしいものなんですが、僕が今回見たいのはそっちではなく、旧神殿、地震によってほぼ倒壊しかけている旧神殿を見に行きます。通常そういった神殿ってもう住民のその悲しい記憶を想起させるものではありますし、そして何より危険なものなのですぐに倒壊されることが普通なんですが、なぜか今もそこに20年以上残されているようです。それがなぜなのか、そしてその裏にはとある伝説が関わっていると言われています。そういった部分に今回は迫ります。ここからだいたい3時間ぐらいかかる見込みです。なかなか遠い場所でした。ご飯を食べに行きます。何やら店名のない、無名の麺屋があるそうです。 Google マップにも無名麺屋として登録されている。台湾中部は台北とかよりも日差しが若干強い気がします。結構12月でも昼頃は暑いです。なんなら朝もそこまでは寒くないね。当然観光客はほぼほぼいなくて、ほとんどが地元の台湾人の方だと思います。すごくゆっくりしているのどかな場所です。見えてきましたね。想像していたよりというか、写真で見ていた時よりもかなりサイズ感は大きく感じています。すごい大きいな。こんなでかいのか。これが2013年に再建された武将宮なんですけど、立派というかもう銅鏡らしいそのエネルギッシュさがふんだんに詰め込まれています。朱色と金色がもう眩しいぐらい施されている。これを新しく作ったのか。信じられないな。こんな感じで表側のこの新しく再建された武将宮はこれはこれで本当に素晴らしいものなんですが、このちょうど真裏にその衝撃的な光景が広がっているそうです。じゃあそこに行ってみます。うわ、これはまた写真で見てた時とは全然印象が異なります。窓枠かな、完全にひしゃげて折り曲がってます。もう1階部分は完全に消滅してしまっていて、おそらく1階と2階の間にあったであろうこの天井が僕の腰ぐらいの位置まで落ちてきているので、もうどれだけその地震が凄まじいものだったかっていうのが分かります。そしてこの倒壊寸前の状態なんですが、特に特別な補強をしている感じは見受けられず、普通にこの辺まで近づいていくことができるっていうところが
海外らしさを感じます。武将宮はもともとこれの前にももう一個古いのが日本統治時代に建てられたやつがあったんですけど、それがかなり老朽化して手狭になっていたので、じゃあ新しいものを作ろうということで、住民の方たちが7000万台湾ドル、今のお金にして本当数億円規模のお金を寄付して、新しいこの武将宮を8年間かけて作ったんですけど、本当にその完成間際、あとちょっとっていうところで地震が来てしまって、一気にこのぺちゃんこ状態になってしまったらしいんですが、なんでそんな一気にぺちゃんこ状態になってしまったかというと、見てわかる通りなんですけど、屋根の上にすごい装飾があるんですよね。台湾のこういう派手な銅鏡寺院って。で、それに対して中の柱の数はかなり少なかったので、上の重さに下が耐えきれず、地震で一気にぺちゃんこになってしまったと言われています。だから運が悪かったっていう単純な一言で片付けられるようなことではなく、そもそもの構造が地震に対してあまりにも脆弱すぎたんじゃないかなっていう冷徹な事実があると思います。ただそれで終わらないのがこの武将宮の興味深いところではあって、その地震が発生したのが不幸中の幸い深夜だったので、この倒壊による人的被害はゼロだったそうです。でしかもこの倒壊後の瓦礫の中からほぼ無傷の状態の心臓が3体発見されたので、住民たちは神様が無力だからこうやって倒壊したのではなく、神様が我々人間の身代わりになってくれたんだっていうふうに解釈するようになりました。だからこの瓦礫が今も残っているのは、その神様の自己犠牲を象徴する遺物としてあえて残しているそうです。こうやって見ると本当上が重くて下が潰されたんだろうなっていう壊れ方をしてるのがわかる。上はほぼ無傷だもんな。だって住民たちがものすごい額を寄付して8年かけてコツコツ積み上げてきたものが、その一瞬の地震によってこうやってスクラップ状態になってしまうっていうのは本当自然の不条理としか言いようがない。戦後最悪の悲劇となったこの大地震は、実はポケモン金銀にも暗い影を落としていた。この地震によってゲームカセットに必要な半導体工場が被災し、大幅な減産・出荷制限を強いられたのだ。ソフトは完成しているのに届けられない。限られた容量に関東地方まで詰め込むという奇跡の圧縮を実現させた直後の出来事であった。結果、発売直後には品薄となり、予約しても発売日に手に入らなかった子どもたちも少なくなかったが、その後現地の懸命な復旧作業により供給は復活。この地震を含む度重なる災害を通じて、日本と台湾の間には義援金を送り合う温かい交流が育まれてきた。ある種建築的には失敗した部分はあったんでしょうけど、その失敗の証をこうやってあえて残しているというか、それを恥とせずに自分らが生き延びた証としてこうやってそのまま残しているところに、住民の方たちの強さを感じます。今のを見てからこの新武将宮の方を見ると、ものすごく柱がしっかりしているように感じます。さっきまでは特に何も感じなかったんですが、この住民たちの反省の証がここにこうやって現れているような気がしますね。